を取れないですね。開けてすぐ閉めました。あまりのひどさにもうストレスの塊。尿の匂いがものすごいですね。これはすごい。闇師としたらやっぱり精神的にね、もう汚いゴミがこの自分の建物の中に不浄なものがいっぱいあるというのが精神的にも耐えられないところですね。昭和56年。うわ、すごいな。すごい昔ですね。腹立つんですよ。怒りをぶちまけたらええだけのことです。本日はどちらに向かうんでしょうか。はい、本日はこちら大阪市ある某所に来させていただいております。今日のご依頼の内容なんですけれども、不動産業を運営されているオーナー様からの依頼でお部屋の中を片付けてほしいというご依頼の内容です。この家におよそ30年住んでいたのは80代の高齢男性。半年以上家賃の滞納があり、消息がわからなくなった。もともとお住まいだった時も、家賃の支払いが遅れたりとかあります。もうずっとそんな感じだった。遅れたり、ようやっと年金が入るってからちょっとまともに後で追いかけてきたいう感じですね。なるほど。ご覧になられた時の初めての感想というか。びっくりされました。開けてすぐ閉めました。あまりのひどさに何がどうなってるか、足元だけにも目やってしまって、あとは全くわからない。もう踏み場がないっていう感じです。オーナー様としては、はい、賃貸業をされているということで、家賃は入ってこないわ、お部屋これだけ大変な状況にされているということですけれども、いわゆる、言葉悪いですけれども、ちょっと泣きっ面に蜂というか、ちょっと大変な状況で、高齢者社会とはいえ、こういう状況が他にも多々あるのかなと思ったりもしますね。でも個人的には腹が立ちます。保証人はいます。保証人はいらっしゃるんですね。連絡はつかれました。連絡つきました。サインはしてないとか、勝手に押した印鑑をされたに違うかみたいなことちょっと届けてましたですけど、そうだったら警察に被害届出してくださいということを言いました。これ30年弱の前の契約ですもんね。そうですね。本人も年金暮らしだって言ってましたですね。会社の同僚みたいでした。そんな保証人には責任を問わず、自腹で清掃を行うことを決意。高齢化が進み、同様の事案が増える中、オーナーとして思うことが。一人一人管理するのは大変だと思うんですけれども、こういう事態が起きた時ですね、ひるまずに自分のやるべきことをやって、一応悪いのはどっちなんだということですから、犬が放置していって連絡できる状態であればするべきで、することをしてないんだから、こちらとしても経営者としてすることはすると。で、本人も入居者はするべきことをまずして、それから文句言うべきで、何もそれすらしないで文句言うっていうのはあまりにも苦手だと思いますね。もうストレスの塊。もう本当に本日はもうよろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いいたします。で、早速中に入っていきたいと思います。すごい匂いがしますね。ゴミ屋敷のゴミの匂いというよりも尿の匂いが立ち込めています。排泄物の匂いですね。おそらくどこかに排泄物が散乱しているのかと考えられます。お家賃も滞納されているということで、ちょっと電気が完全に止まっているんですけれども、うわー、すごいな。昭和56年。うわ、すごいな。すごい昔ですね。ゴミ屋敷の住人の方あるあるなんですけれども、
こちらが主な生活のスペース、ご自身の生活のスペースになるんですけれども、ここの場所でここに座りながら全ての生活ができるような環境を作ってしまいがちです。要は手を伸ばせる場所に食事ができたり、用を足せたり、あとは食事を作ったり、ここに炊飯器ありますけれども、ここの場所から立ち上がりたくない、手を伸ばせる距離で全てを完結してしまいたいっていう行動がゴミ屋敷のセルフネグレクトの方によくあるような状況でございます。まさしくこちらのお部屋はもうそういう状況だと思います。この住人のように生活環境が悪化しているのに、それを改善しようとする気力を失い、周囲に助けを求めない状態をセルフネグレクトという。セルフは自分自身、ネグレクトとは世話の放棄を指す。近年高齢化も進み、このような事案が増えてきている。こちらご覧ください。これ間違いなく尿です。何らかの形で、もしかしたらお体が不自由だったのか、もうゴミでトイレに行けない状況だったのかを存じ上げませんけれども、もうこちらで用を足されていると。こういうビニール袋におしっこを、ちょっと踏んづけてしまうと爆発の恐れもありますので、ちょっとこうやって長靴今日は履かせていただいております。おそらくですけれどもね、この辺り尿がこれだけたくさんビニール袋にね排泄物があるので、尿が入ったビニール袋が爆発して、おそらくもう床に浸透している状況だと思います。もう匂いが、今僕今日はちょっとマスクつけてないですけれども、尿の匂いがものすごいですね。トイレの方もそんなに全く使えない状況ではないんですけれども、あえてこちらに尿を足されているということは、やっぱりもうここから動きたくなかったという心境が伺えます。こちらお風呂になるんですけれども、ちょっとお風呂入っていきますね。よいしょ。昔ながらのお風呂なんですけれども、全くお風呂はちょっと使っている形跡はございませんね。湯船の中にはゴミが入っていて、この湯船の中がまるでゴミ箱として扱われているような状況でございます。足の踏み場もないほど物で埋め尽くされた室内。ここで日常生活が営まれていたことはにわかに信じがたい。部屋の至る所にある殺虫剤。そこからはこの部屋で虫と向き合い続けてきた時間の存在が静かに浮かび上がってくる。こちら小さなキッチンになっていますけれども、今こういった状況ですので、なんですか、キッチンとしての機能を果たしていない状況ですね。でこちらのお部屋なんですけれども、エレベーターもない状況の建物でございまして、ゴミの分別であったりとか、ゴミをわざわざ出しに行くのにも階段で出していくような居住のお部屋になっております。階段の上り下りがしんどくなってしまったのかもしれないですね。ゴミが溜まってしまった方って、はい、どうされたらいいですかね。このチャンネルを、この動画をご視聴していただいている方の中にも、もしかするとこういう一歩手前の状況とか、現状こういう状況になっていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、近しい距離の方、もしくは我々のようなこういう整理する業者に一度ご相談いただければと思います。もうこれも処分していくんですけれども、すごい状態ですね。どこですかこの沈殿物がありますね。
破裂したり爆発したり、なんかすごい形でそうですね。工夫されてますね。風鈴のように、そうですね。夏の風物詩のように。尿まみれです。もうこの辺り一帯はびちゃびちゃに湿ってますね。尿が漏れ出しているのか、もうこういった袋がおそらく足で踏み抜いて爆発したりしている状況だと思います。すごい数が多いですね。めちゃくちゃ多い。ペットボトルにね、おしっこ、尿を溜めてらっしゃる方って結構多いんですけれども、こういったすぐ破れるビニール袋にこんな形で尿を溜めてらっしゃる方はちょっと初めて見ました。どうやってこんなになってるの？難しそうですね。ね、一つの袋不自然な溜め方をされている尿、その処理にあたる亀沢。さらにこれも全部尿ですね。わあ、これはすごいぞ。これはすごいね。よかった。うわ。これも全部尿やな。全部すごいで。すごい。体感で一袋どれくらいの重さですか7キロぐらいあるんですかね。すごいわ。うわ。全部尿です。下がカーペットなんですけれども、はい。すごい湿っているんですね。これもすべて尿です。その後も黙々と作業をこなす清掃員。作業の方、完了させていただきました。どうもありがとうございます。大変だったので本当に申し訳なかったです。全然連絡ありません。滞納されている家賃も全く未払いのまま。そうですね。もういかんね。あ、こだけできたらよかった。やばいな。この中全部すっきり。うわ、まさ匂いやね。おしっこの匂いがやっぱり。待って。お尻は全部空になってる。戸袋も。うわ。戸袋の中も全部出してくれます。開けてもらうと大変です。こんな狭い部屋にあだけゴミあったんです。そういうことです。よう暮らしてたね、はんなと思って。本当にすごいですね。お片付けさせていただいて、責任はどうですか？はい、もうすべて物が不要なものなくなってるみたいで、本当に助かりました。おしっことか、ゴミで虫ですね、虫だらけ。そういうところに一つのこの建物の中にあるという自体が衛生上悪いですし、近隣の人に迷惑かけますから。それはやっぱり家主としての責任でもって対応しました。多分おしっこもね、床下に浸透してると思います。おしっこがびちゃびちゃになってたんで、片目が。柄のったよね、そこはね。ここには階段降りて上がったりして、ご飯とか昔買ったりしてたみたいですけど、まさかこうひどくなってるとは想像できなかったですね。もう少しはマシやと思ってましたね。ちょっと角の荷が下りたり、精神的なストレスがもっとあります。
分的に楽になりましたね。はい。本当にありがとうございます。いえいえ。今回、入居者さん連絡が取れない音信不通はいえ家賃はずっと滞納され続けているということで、強行で処分させていただきましたけれども、今回のこの判断に至ってご自身では今強行っていったお話ありましたけれども、これは当然自然の流れでありましてですね、やっぱり虫がかってくるゴミが宿だらけと、その近隣に迷惑かけることと、やはり自分の何が怖いんだというとですね、やっぱり近隣に迷惑かけることと、いかに相手側がやっていたことの理不尽さということを考えたらですね、躊躇することはないと思うんですね。闇市としたら精神的にね、もう汚いゴミがこの自分の建物の中に不浄なものがいっぱいあるというのが精神的にも耐えられないところですね。滞納と何ヶ月した場合とか、一切その場合はこの巡視できるというところは項目入れてるんですけど、ああ、なるほど。はい、連絡のつかない場合、その場合に巡視できるというところに一切その場合は中にあるものを一切処分されても一切文句言いませんといったような文言を入れられたらいいかと思いますね。契約内容に。そうです。連絡がつかない場合は室内を巡視できるという文言は入れてある。自力救済の禁止という法律で入居者が逃亡した場合でも家財道具の権利は入居者にあり、下手に処分することができない。家賃収入が入らない中動けず被害を受けているオーナーはたくさんいる。時間をかけて半年とか悩んだ挙句、結局依頼されるんですね。早く処分しといたらよかったっていうオーナーさんすごい多いんですけれどもね。腹立つんですよ。やったことに関しては怒りをぶちまけたらいいだけのことです。そしたら前に進んでいくと思います。何にも恐れることはないです。そうですね。この経験を通じて、不動産オーナーとして、学ばれたことって何かありますか？考え方だと思うんです。家賃貯められて割り切れない部分たくさんあるかと思うんですけど、長いスパンで見たときにいかにどれだけの家賃を収入をさせてもらったかということで、この一部屋で、どれだけの収入を得たかで、後の片付けのコスト、それを引くことのコストと、そうやって割り切って考えたときに、それなら仕方ないよねということで割り切っております。私はやっぱり考え方をちょっと切り替えて儲けさせてもらったって言ったら変な下世話な言い方ですけど、それで割り切らないとしゃあないね。利益率を考えてそういうことで割り切っております。本日作業も終了させていただきましてです。お客さんからも感謝のお言葉いただきました。ありがとうございました。本当に本来でしたら、法的な観点でいうとご依頼いただいた入居者様がお住まいになられていた中の家財道具っていうのは入居者様の所有物であり、もちろん入居者様の所有権という権利が発生しているものです。賃貸借契約の内容にですね、数ヶ月連絡が取れないとか、あとは家賃を数ヶ月滞納したらもう中の家財道具は全て処分するという内容も盛り込まれていたということで、他のお部屋の住民の方にも害虫などの発生もあって迷惑をかけているということで、オーナー様のご決断でご依頼いただいたという案件でございます。同様の、ご依頼ですね、弊社の方にたくさんいただいております。でご依頼だけではなくてですね、入居者と連絡が取れないとか、家賃が3ヶ月4ヶ月滞納されていてどうしたらいいだろうとか、そういったご依頼であったりご相談も常に受けておりますので、私たちの経験に基づいた知見や知識の中でご説明ご案内などを行っておりますので、いつでもお問い合わせいただけると幸いでございます。関西クリーンサービスのチャンネルの方では孤独死、孤立化による8050問題、あとはゴミ屋敷の社会問題などについて
常に発信させていただいております。ぜひぜひYouTube のチャンネルもチャンネル登録の方、いいねのフォローの方もよろしくお願いいたします。旧 Twitter ですね、 X の方でもいろんな情報を発信しておりますので、そちらの方もフォローの方お願いいたします。この度はありがとうございました。